皆さんこんにちは。ははじめまして、三月達也と言います。で、西坂武史と申します。西ちゃんとたっちゃん。このチャンネル YouTube はウパフチャンネル。これはですね、私たちがスタッフとして関わってる手作り映画祭、宇野港芸術映画座、これを宇野港芸術映画座、これを略してウパフというふうに、言ってます。2010年からやってます。でそれを少しでも盛り上げようという、ためのチャンネルを始めてみました。今年もやります。だいたい毎年または2年に1回これを岡山県宇野でやってるんですけど、このウパフという映画祭は何かっていうのをじゃあ西ちゃんなんかうまい感じで説明できたら。ウパフっていうのは、岡山県に宇野港っていう港があるんですけど、そこの港の脇の空き地みたいなところを借りて、夏の夜にですね、海の風を感じながら映画を見るっていう、そういうイベントですね。そうそうそう、野外でね、はいはい、こう映画を流す。で、なんで宇野なんやっていうことやねんけど、はい、主催が2人、マックスとレイコさん。あれなんで始めたかっていうの大体なんか西は聞いてる？マックスさんの実家がなんか、空き家になってたのを外国人、宇野の近くに直島っていうところがあって、最近流行ってるね、そこで芸術のものがいっぱいなんか展示されるようなことになっているので、そこに外人の人がたくさん来るんだけど、その人たちに向けてなんか宿をやり始めたっていうのがあって、そこで宇野でなんかイベントをやるっていうアイデアができてきたんだと思うんだけど、まさにその作品は日本で上映されたことのないような作品ばっかりだったんで、字幕作業とかも家族総出で字幕をつけてやってるっていう。Ok, perdonado. Résate toda de María, tres padres nuestros y te vaya a la mierda. Váyanse a la mierda ustedes. Ustedes lo cagaron, ¿o no? ¿Qué quería ahora, un premio? Anything goes. It's your place right here. That's what poetry is for. 英語以外の国の映画、英語以外の国の映画もなんかね、バンバンやってるね。イランとかね、はいはいはい。アジア圏の映画もやってたりするし、レバノンとか書いてるね、はいはい。それ直接やってるね、2人。ドキュメンタリーがあったり、長編があったり、短編があったり、あとユースっていうのもあって、ユースは中高生が作ったまさに自主映画。あとアニメもね。そうそうそう、アニメ。とりあえずバラエティー、もう世界各国の本当に日本では見れないような映画をスタッフが字幕をつけて紹介してるというのがウパフです。ウパフのね、キャッチフレーズっていうんですか、これ西ちゃんの方から。生きる、作る映画。はい。作るというのは創作の創、生きる、作る映画。これがどういうことを言いたいかっていうのは、僕らよりもそのマックスとかレイコさんが言った方がいいと思うから、ホームページとかさまざまなあれででもなんかこう人間味あふれる映画多いよね。なんか血が通ってる映画っていうか、血生臭い映画っていうか、ホラーとかそういうんじゃなくて、ホラーみたいのもあったけど、サスペンスとかもあったけど、それなんか人間が作ったなっていうような映画が多いなっていうふうに思います。なんかいろんな国の人の生き様みたいなのが見えたりする感じが。そうや、生き様や。そこの街の風景が見えたりとか、人生観が見えるとか、確かにそういう映画がめちゃくちゃ多いです。2010年から始めて、今年も2020年もやる予定です。8月のお盆前後で、今年もまた、宇野港周辺でやるように今調整中らしいです。で過去を振り返るとちょっと宇野港で
できない時もあったりした時は東京でやったりもしたんですよ。それもまた手作りでやったりしたんですけど、今年もまた手作りにはなると思います。でこのメンバーで僕ら2人も含め他のボランティアの、これまで関わってくれた人とか、あとまた募集もすると思うんで、もし近くで時間あったらっていう人来てほしいんですけど、そういう人たちと一緒に、作り上げていく映画祭で、さっき主催者は字幕をつけるとか、交渉するとか、あと場所とかも地元のここの場所貸してくれとか、そういう折衝をしたりもするし、あとスポンサー探しもね、金銭的な面も含めてのやったりとか、主催者がやったりするけど、僕たちスタッフも結構頑張っててね。我々は実際に映画始まる前の会場設営とかがメインで、今回また新しいところになるっていうところなんで、今までやったところじゃないんで、まだどんな風にしなきゃいけないのかっていうのはちょっとまだ分かんないんですけど、頑張って。そうやね。俺はやっぱり西庵とすごいやった西庵と2人だけじゃないけどやったので覚えてるのは、ボランティアの人たちと、4、5人5、6人でやったのは野外上映っていうのがこのね、ウパフのハイライトの一つっていうかメインの一つで、瀬戸内の海をバックに夜空の下野外上映を広い、ところでやるっていうのを第1回からやってるんやけど、自分たちでスクリーンを作るっていう風になったんですよ。でもうやっぱり野外って大きなところなんで、もう大きさはすごい大きいよね。白のスクリーン、これをテーブルクロスを縫い合わせたんだよ。縫い合わせたんですよね。割とそのボランティアの女の子とかが中心になって縫い合わせ、そのスクリーンを作ったのがすごい覚えてます。あとチラシ配りもなんか駅前でやったような、駅前だけじゃなくて宇野港なんでフェリー直島行きのね、そう高松行きとか、直島行きのフェリーが出てるフェリーターミナルでちょうどフェリーが着くタイミングの時には行って、全然誰も受け取ってくれへんけど、そらこんな人らがねパッてやっても、しかも内容がやっぱり僕一応役者やってるんですけど、やっぱハリウッド映画とかで割と育ってるから、こういうなんていうんですかね、あまり名の知れてない監督のマイナーな作品とかインディーズ作品って、特に東京とかだったらこういうの好きな人きっと多いと思うけど、岡山のね、このチャンネルではこのウパフの素晴らしさとか良さとかプラス、過去の2010年から始めたやつを振り返っていこうと思ってます。でも今日は第1回だからウパフってこんなんだっていうのを言うぐらいにして、次回から2010年こうだったよ、第1回目から2011年こうなんだったよっていうのを言っていきたいなと思ってます。あとね、いっぱいボランティアさんが関わってくれてます。でレギュラー的に毎年来てくれる、僕たちもそうなんですけどやったり、毎年募集もしてます。それで新しいメンツが増えたりして、でそこからレギュラーになった人たちもいたりで、そのボランティアから始めて第何回目かは、地元のアーティストのりゅうちゃんとか参加しだして、アーティストだからっていうポスターをそのりゅうちゃんが作ったっていう時もあったよね。このウパフぜひ覚えてください。ウパフ宇野港芸術映画座、これこのグッズも次回紹介しますね。ウパフを覚えてください。これを定期的に発信して皆さんに協力してもらえたらなと思ってます。僕はもうよく喋る方なんで、最後西ちゃんちょっと締めてもらって次回につなげましょウパフをどうぞよろしくお願いいたします。う。お願いします。じゃあまた次回お願いします。見てください。で